皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、世界から見て中国という国がどれだけ嫌われているのか、そのことを示す世論調査について取り上げていきます。中国の話題というものを様々しているときには、その中には非常に否定的な言葉というものがたくさん並んでくるわけです。しかし、そのような言葉が続く中においては、あなたが中国に対する悪い感情を持っているから、そうした考えを述べているんでしょうというふうに、ツッコミを入れたがる方というのもいます。というのも、ここ最近においては、有名人であるひろゆきさんの影響を受けて、誰かが何かを言った時にそれを論破するという遊びを楽しんでいる人たちというのが、ここ最近では急増しているそうなのです。しかし、今回私が取り上げたニュースを見れば、中国に対して世界が非常に厳しい目で見ているよということは、厳然たる事実として存在していることを、より数値として感じ取ることができますし、またこのような根拠があって、私は中国が世界から孤立しているんだよという説明をしていることにもより説得力を持って皆さんも話を聞けるかと思います。というわけで、世界17カ国で行われた国際的な世論調査において、中国がまさに世界の嫌われ者となっていますよというデータを見ていきましょう。先進諸国の大半で中国に否定的評価、アメリカ機関調査。日米など先進諸国で中国に対する否定的評価が最高水準にあることが、アメリカ調査機関ピューリサーチセンターが実施した国際世論調査で明らかになった。同センターが2月から5月に実施した先進17カ国地域の成人約18,900人を対象に実施した調査によると、15カ国地域で過半数の人々が中国を好ましくないと見ていた。特に否定的な評価が多かったのが日本で、88% が好ましくないと回答した。スウェーデン 80%、オーストラリア 78%、韓国 77%、アメリカ 76% がこれに続いた。また、韓国とアメリカ、カナダ、ドイツでは好ましくないが、これまでの調査で最高となった。中国を好ましいとする回答の方が多かったのは、シンガポールとギリシャだけだった。また、中国は国民の自由を尊重していないとの回答は、17カ国中15カ国で 80% を超えた。米中のどちらと強い経済関係を望むかについては、シンガポールを除く16カ国、地域がアメリカを選んだ。中国の習近平国家主席への信頼度は、シンガポール 70% を除く16カ国地域で10から 36% の低水準だった。最低は日本で 10%。中国との経済関係を犠牲にしてでも、人権問題を重要視する回答が 70% 以上を占めたのはアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、日本は 54%、台湾は 45%。一方、経済関係を優先するとの回答が上回ったのは韓国 57% とシンガポール 55% だった。このアンケート結果については、ブルームバーグではグラフにしていました。この黒い線というのが好ましくないという回答で、一方青の方が好ましいと考えている、そうした回答についてです。特に日本では中国に対して好ましくないと思っている人の数というのが割合として 88% と非常に多くなっています。しかしこの傾向それ自体は世界各国でも見られるもので、多くの国々において中国に対して非常に否定的な考えというものが一般的であるということがこのデータからわかります。一方で中国に対して好印象だな、良い国だなというふうな回答というものは青いグラフになっているわけですが、青のグラフはだんだんと下の方の国々になっていくと伸びていきますが、その中においてもシンガポールが突出して中国に対する嫌悪感というものが少なく、一方において中国に対する好印象を持っていることがこのグラフからわかります。シンガポールにおける中国への否定的な評価というのは 34%、一方で中国に対して高評価なのは 64% となっています。中国には多くの問題があります。そのことを指摘するときに、この人は中国のことが嫌いだからこういった話をしているんだなと思われるのは非常に説得力を失ってしまうものです。しかし、今回取り上げたニュースというものはまさにそうした世界の見方として多くの国々において中国が否定的に見られていることの一つの根拠となります。
少なくとも感情論としてではなく、世界の多くの国々において中国が警戒され嫌われているということが、この世論調査の結果からも明らかでしょう。こうした世界からの見方がどうなっているのかということを紹介するときに、例えば人脈が広い人であれば、私の友人がアメリカにいて、その友人曰くこうだったよという具体例を挙げるわけですが、こういった話というのは残念ながら、全体の評価としては、情報としては不足しています。何しろその友人というものが、例えば偏った考え方をしていれば、アメリカを代表するような声としては使えないからです。ですからこのような世論調査というのは全体がどのような傾向を持っているかを知るには非常に良いことですし、またこれを根拠として話すことは私は非常に意味があると思います。さて、そういったわけで日本国内における中国に対する否定的評価が 88% だったというのは私は非常に心強い結果だと思いました。なぜならば日本国内で行われる世論調査などを見ると本当にこの結果だったのかなと疑うようなそのような傾向というものが時々出てくるからです。日本と中国との間で言えば、中国は尖閣諸島は私たちのものだと言って中国海警の船を何度となく領海侵入させるようなことを起こしていますし、また自分の国で人権問題が発生した時に世界中から非難を受ける時には内政問題には口を出すなといつも突っぱねるくせに、一方で日本で何かが起こると常に彼らは口を出してきます。そのような姿を見て中国というものがいかに信頼の置けない国かというのは日本人にとってはもはや常識的なことだと言えます。そして私のこのような解説というのをまさにこのような世論調査に裏付けられたもので、決して私だけの個人的な感情ではありません。世論調査で 88% の人が中国に対して否定的な考えを持っているというこの根拠を持って、私は日本人の多くは中国に対して反発する心を持っているということを具体的に説明することができるわけです。一方で中国に対して非常に好感度が高かったのがシンガポールでした。このあたりの解説も行っていきましょう。シンガポールというとアジアにおける金融センターなどとして非常に有名で、お金持ちの人たちが税金の安さから集まっていることなども皆さんもご存知でしょう。しかしこのシンガポールという国というのは政治的な形態としてはむしろ中国に近い国です。シンガポールにおいては民主的な選挙制度というものがあるように見えますが、しかし実態においては野党が政権転覆を狙うには非常に困難な選挙制度をとっており、シンガポールにおいては一党独裁ならぬ一家独裁、いわば世襲政治というものを実施しています。こうした世襲政治というものは、例えば北朝鮮の場合であれば非常に人民を弾圧し多くの人々を不幸にすることが多いわけですが、シンガポールにおいては経済的な発展を根拠として国民からの支持も厚く、独裁政治というものをある意味国民が許容するようなことになっています。そして中国との関係において言えば、それこそ中国国外に出た中国系の人々が作る華僑の経済圏においてもこのシンガポールというのは非常に大きな拠点として活動しており、シンガポールと中国との関係というものは切っても切れないような関係なのです。それは経済的な意味だけではなく人脈面においても政治的においてもです。そして米中冷戦の真っ只中ということもあって、アメリカ国民が中国を警戒しているということは想像が簡単なわけですが、一方において中国に政治的にすり寄ることの多い韓国が中国に対する否定的な評価というものがなぜ高いか、この点についても言及しておきましょう。このあたり政治的な感情と国民的な感情というものがズレが発生しています。ここ最近特に中国の動きというものが韓国民の感情というものを逆なでるようなことになっているからです。例えば韓国の人たちにしてみれば、高句麗というものはあくまでも朝鮮半島の一つの王朝として認識しているわけですが、しかし中国側からしてみれば朝鮮半島というのはあくまでも属領であり、その中において地方政権がいくつかあったに過ぎないという歴史観を持っています。実際歴史上において朝鮮半島というものはその長い期間そのほとんどが中国の支配下にあることが多く、決して朝鮮半島というものは独立した国家というものが何千年と続いたといったような歴史は存在しません。このあたり韓国の人々はかなり勘違いしていて、自分たちがあたかも古代からずっと連綿と韓国国民として独立した王朝というものが続いていたかのような幻想のもとに彼らは生きています。このあたりかなり歴史観というものがねじ曲げられているのは、歴史教育というものがそもそも無茶苦茶なことが関係しています。例えば過去の歴史をどのようにして記述していたかといえば、基本的には中国から来た漢字を使っていたわけですが、この漢字というものは韓国の国民にとっては非常に多くの人々が親しんでは使っていないものです。特に現在においてはハングルで一般的な教育が行われていますから、
過去の歴史書の中で漢字が使われていても、それらをちゃんと読める人間というものの数が非常に限られてしまうのです。そして実際に歴史的なものとして漢字を使っていたその時代においても、漢字というのはあくまでも知識層のための言葉であって、一般国民用の言葉ではありませんでした。ですから韓国の人たちにしてみれば、正しい歴史観というのを持つことが非常に困難な状況です。歴史の教科書のその大半においては、反日教育というものが非常に重きを置かれていますし、一方において自分たちが中国の属領としての歴史が非常に長いというこの触れたくない事実については、なるべく小さい記述で済まさなければならない関係で、実際に朝鮮半島がどのような歴史を歩んできたかはほとんどの人が知らないわけです。そのため韓国の歴史はファンタジー小説だよというふうに揶揄されることもあります。まあそんなこともあって、中国が韓国というのはあくまでも地方政権のあった場所に過ぎないという歴史的な見方をするようなこともありますし、また韓国ではキムチが自分たちの自慢の食べ物だといったような話をしているわけですが、そのような漬物についてもそもそも中国から渡ったものだろうというふうにして中国側からの声が伝わってくると、彼らにしてはプライドを傷つけられたといったような感じで、中国に対する反発心なども高まっているわけです。また政治的においても中国にすり寄ろうとするわけですが、実際問題韓国は常にアメリカと中国との天秤外交というものをしていますから、中国側から決して重用されるわけでもありません。歴史観的に見ても彼らは韓国というものをはるかに下に見ている状態というものがずっと続いていますから、決して対等の立場として扱うことなどありえないわけです。しかし韓国としては自分たちの国力が伸びてきたことを背景に、自分たちをもっと対等な関係に扱うように言うものですから、そのギャップというものに耐えきれず、中国は韓国に対して辛く当たることに非常に反発心というものが高まってくるわけです。ですから政治外交上においては中国にすり寄ろうとするんだけれど、実際問題の様々な文化交流などの場においては、中国は韓国を下に見るということが常識的な行動になってしまいますから、韓国の人たちにしてみれば中国という国は嫌いだという話へとつながってしまうわけです。以上のように少し韓国の話に逸れてしまいましたが、話の本筋としては、今回の世論調査を見てもわかるように、世界中の多くの国々において中国は警戒されている、嫌われているといったことを公言しても決して間違いではないし、こういった根拠がありますよということを堂々と言えるような状況です。また習近平国家主席に対する国際的な評価というもの非常に低くなっています。つい先日中国共産党は創立100年ということで非常に大きな催しを行って、中国を押さえつけるようなことをすればそのような国々に大いなる災いが降るようなことを言っていました。しかしそのような言動をすればするほど、世界の国々は中国はなんて野蛮な国なんだろう、なんて危険な国なんだろうという認識をより深めるだけだと思います。このあたりは中国の習近平国家主席がいかに国際的な外交の場において力こそ正義であり、その正義のもとには世界はひれ伏すんだという考え方というものが背景にあるのだと私は思います。この話題を聞いてあなたはどう考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画の最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。